はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥里でございます。さて今日はですね、これまで動画をね、1本作って、紹介するほどでもないけど、便利なアイテムたちっていうのがね、結構この僕の作業部屋、スタジオ、自宅にいろいろあるので、もうすぐね Amazon のセールも近いということで、その中から Amazon で買えるものにね限定して今日はもう一気に紹介していきたいなというふうに思いますんで、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。じゃあね早速やっていきましょう。じゃあまず最初に紹介するのがカメラのバッテリー充電器なんですけど、それがエクスターの SN4 っていう、僕のめちゃくちゃお気に入りのね、カメラバッテリー充電器になるんですけれども、それがですね、よいしょ、この3つ、全部同じものになるんですけど、どういうものかっていうと、これモジュラー式になってるんですよ。こんな感じでパカッと取れるんですよ。こいつがほぼね全てのカメラメーカーのバッテリータイプに対応したものが個別に売れられているので、複数のカメラを使っている人はねこれめちゃくちゃ便利なんですよ。例えば旅行に行く時に、ニコンとソニーのカメラを持ってくみたいなことになったら、このニコンのね EL15 タイプのバッテリーとソニーの FZ100 これをここにカチャッとはめるだけで対応できちゃうっていう、これがね、僕ちょっと一押しですね。唯一今のところ僕の持ってるカメラの中で対応してないのはハッセルブラッドだけですね。はい。なのでこれめちゃくちゃおすすめになります。で続いてがですね、こういったマグセーフ対応のスマホホルダーになります。これはねちょっと前の動画にも紹介したので、ぜひそちらの方を見てほしいんですけれども、どういうものかっていうと、カメラの上にこうやってねスマホをマウントできるようなものになっていて、USB のケーブルとこのスマートフォンをつないで、カメラのモニターにするのもよしだし、写真を撮りながらスマートフォンのカメラでね、動画を撮影して、YouTube のコンテンツとかで使ったりっていうこともできるし、あとはテレプロンプターとか、スマートフォンなので本当ねいろんな使い方ができてめちゃくちゃ便利なので、これもねすごいおすすめです。であとねぜひおすすめしたいのがこの、3D プリンターバンブーラブのこれが A1 ミニですね。 3D プリンターがあるとね世界変わりますね。本当に最初結構ハードル高いのかなって思ってたんですけど、自分で何もねCAD ソフトとかを使ってモデリングとかをしなくてもインターネット上にゴロゴロ転がっているので、カメラのアクセサリーパーツが欲しいとかっていうことであれば、それでググったりすると意外と出てくるので、本当最初の入門向けはめちゃくちゃおすすめです。例えばここにこんな感じのこういうボックスとか、これも 3D プリンターで出力したんですけど、市販のものでこの収納アイテムとか探そうとするとシンデレラフィットするものを見つけるってなかなか難しいんですけど、これだったら本当にね、それが自分で作れちゃうので、整理整頓好きの方にはねこれぜひおすすめしたいなと思います。であとね 3D プリンターに関連してなんですけど、おすすめしたいのがこのねオールテックの片側のみのねこの USB 巻き取り式のケーブル、これもねおすすめですね。で僕はね自分で3D プリンターでこのプレダクツデスクの、このボードの下にマウントしてるんですけれども、そうじゃなくても普通に両面テープとかでデスクの底とかにこういったところにねくっつけちゃっても、全然いいと思うんですけど、デスクをすっきりさせたい人にはねこの USB ケーブルすごい良かったです。で続いてがベンキューのスクリーンバーヘイロー2っていうこのねパソコンのモニターの上に設置するタイプのデスクライトですね。でねこんな感じのコントローラーがあって、ご覧のようにこうやってガーッと明るくしていくと分かります？めちゃくちゃ明るいんですよこれ。明るくする範囲を調整することができるんですけれども、うまいことねこのディスプレイここに光が当たらないようになってるんですよ。なので一般的な、普通のデスクライトに比べて、こうやってね作業をする時に手元を明るくしたいなんていう場合でも、ディスプレイの反射が気になっちゃうとか、そういうことがないのでこれ非常に便利なのと、バージョン2になってから人感センサーも搭載したのでデスクの前から離れたりすると、自動で消えてくれたりと本当にね
すごく便利なので、これも非常におすすめになってます。で、お次がこれです。ちょっとね、最近便利でこいつをまたね追加購入したところなんですけれども、 USB3.1 パワーデリバリー対応のものを DC12V のなんか電源プラグに変換できるっていうやつで、こういったディスプレイの今ね、ここ見えるかな、ここにね使ってるんですけど、本来こいつ USB から電源取れるようなタイプのものじゃないんですが、こいつを今ここにくっついてるこのねユーグリーンの 300W のね USB の、電源にねこんな感じでつながってるんですよ。でこれ自体が何かっていうと、よいしょ、ちょっとこんな感じのですねライトスタンドにYouTube の撮影機材を全部くっつけたものになるんですけど、カメラとかモニターとか、あとこっちは俯瞰撮影用のカメラとか、いろいろくっついてて、それらの電源を、全部この1個から取って電源につながるケーブルっていうのを少なく済ませたかったんですよ。それを実現するためにこの大容量の USB 電源から大体のものを賄えれば便利かなと思って必要だったのがこれなんですよ。これもねめちゃくちゃ便利です。であとついでなんでね、この U グリーンのね電源、これもね非常におすすめです。僕結構ね電源とかモバイルバッテリーとかそういったものはね今基本的に U グリーンで統一してて、 Amazon とかでねいろんなメーカーのものがあるんですけど、製品のねなんか信頼性とかいろいろ加味すると、僕はちょっと今のところこの U グリーンで全部統一してる感じですね。この流れで他のねおすすめ U グリーンのアイテムを紹介すると、一つはこれですね。ファイントラックスマートファインダーっていう言っちゃえばアップルのエアタグですよ。エアタグね使ってる人多いと思うんですけど、やっぱ高いので、いろんなものにくっつけたいっていうことになってくると、やっぱこのコスパの良さが効いてくるということで、この U グリーンのものを使ってるのと、あともう一つがですね、モバイルバッテリーなんですけど、これですね。でこんな感じでね、ここにディスプレイがついてて、残りの容量とか、あとはこいつがチャージ完了されるまでの時間とかが全部表示されたり、あとはここに刺さってる機器にそれぞれどのくらいのパワーを供給してるかっていうのが一目で分かるようになってて、1ポート 100W に対応しているので、 MacBook Air とかMacBook Pro の14インチとかだったら、1回分フルチャージできて、なおかつ 100W 対応なので、すごく高速にチャージできるということで、USB がこんな感じで3口あるので、MacBook と、iPhone と、あとは先ほどのねこういったカメラのバッテリーなんかも、一気にね充電しながら、できてしまうということで、非常におすすめとなっております。で皆さんUSB のケーブルって気がついたら家の中に大量にあったりしません？でそんなに USB ケーブルいらないでしょと思って整理しようとしても、あれこの USB ケーブルは 60W まで対応だっけなとか、100W までいけるんだっけとか、あとはねそのデータ転送量が速いやつなのか遅いやつなのかっていうのがもう区別つかなくなっちゃってることがあると思うんですよ。で僕もそんなことがあったので、こいつですね。でこれがね製品名は何だっけな3DIX っていうのかな、これUSB ケーブルチェッカー&テスターっていうことで、これがですねいろんなタイプのUSB の口がここについていて、こんな感じでねUSB ケーブルをつないでやると、このケーブルは USB のパワーデリバリー 3.0 までには対応してるとか、このケーブルは 12V5A の USB2.0 で速度は 180Mbps と、そういうのに対応してるケーブルだよっていうのがね分かるので、これがねすごい地味に便利でした。でこのね僕の YouTube 撮影スタンドに最近ね追加されたのがこいつ。これがウランジのカメラアームになっていて、耐荷重が約 2kg あるので、今ここにねα6400 を今つけてるんですけど、こんな感じでね安定性が非常に高いんですよ。でちゃんとねカメラの重さに応じてこの辺りのテンションを
調整することもできるので、俯瞰撮影にこれ非常に便利でしたね。でしかもウランジの製品らしく、ここがねちゃんとクイックリリースプレートに対応していて、で僕はクイックリリースプレートはウランジの別ブランドのファルカムのF38 で統一してるんですけど、これがね F38 にも対応しているので、非常にね便利ですね。はい、今これライトスタンドのこのてっぺんにね装着してますが、もちろんこういったねデスクに挟んで使うタイプのものがセットになっていて、今は使ってないんですけど、こういったものを使って俯瞰撮影することもできます。よいしょ。なんかこの辺にもいっぱいあるんですけど、これおすすめしたいのがこいつですよ。これがね、ネルコっていうのかな、ネルコっていうところのラベルプリンターなんですけど、これねめっちゃいいんですよ。でご覧の通りね、僕無印のねボックスでこういったカメラ関係のアイテムはこう細かく分けて管理してるんですが、ここの見えるかな、ここのラベルとかこういうところのラベルですね、こういうのをプリントするのにさっきのやつめちゃくちゃ便利なんで、あれもおすすめです。はい、では続いてなんですが、ですね、これも最近買ったんですけど、バウアー&ウェルキンズの PX7S3 っていう、ヘッドホンですね。でこれ何が気に入っているって、デザインとか音質はもちろんなんですけれども、USB ダックを内蔵しているので、Mac と USB でねつないだ時にちゃんと外部オーディオデバイスとして認識するので、 Mac 上からね、遅延なく外部オーディオとして使えるっていうのが非常に使いやすくて気に入ってますね。で続いてがですね、これ AR グラス X Real One っていうやつなんですけど、これもねめちゃくちゃ便利で、何に使ってるかっていうと、基本休憩でアニメとか映画とか、YouTube とか見るっていうような時に使ってるんですよ。スマートフォンと USB でつないであげれば、スマホの画面をここに投影できるので、場所を選ばずに、好きなコンテンツを大きく表示できて、できるっていうのと、あと、完全に視界が遮られることはないので、これを使えばねしっかり子供を見ながら好きな映像コンテンツとかも楽しめるっていうのと、あとこれびっくりするぐらいね音がいいんですよ。それが気に入ってて、結構これで映像コンテンツを見るようになったっていう感じですね。で Apple のねビジョンプロも欲しいなとは思ったんですけど、さすがに高いしいかついし、結局動画コンテンツとかを見るのが僕の場合中心になるだろうなと思ったんで、このね X Real One は本当にちょうど良かったですね。で続いてはこれもね以前に動画では紹介したんですけれども、またユーグリーンのこれよいしょ重い、このナスでございます。これに関してはねYouTube のレビュー動画があるので、ぜひそちらの方をご覧いただければなというふうに思うんですが、時はね、結構セールで安くなってたんですけど、今はねまたちょっとこいつもセールになってるということで、僕この6ベイのタイプのものを使ってるんですけれども、2ベイ4ベイ6ベイあと8ベイのやつもう今はあるのかな。これをレビューした時はなかったんですけど、8ベイのものも今日本には上陸しているということで、これもすごくねセットアップがしやすくて使いやすいナスとなっているので、非常におすすめの一品となっております。特にやっぱこれはね動画クリエイターの方、クラウドにはとてもじゃないけど容量が大きすぎて、アップロードすることができないという方は、プライベートクラウドとして家の外からでもこのデータにねアクセスすることができたりと、非常に便利になっているので、こちらもねすごくおすすめの一品となっております。あと他なんかあったかな、最近カメラ以外で買ってよかったもの。あれDOD のペント、あれめちゃめちゃ便利で可愛いし、でワンタッチでね本当ものの数秒で設営することができるので、お子さんがいらっしゃる家庭にはすごくおすすめですし、あとは撮影の時とかに持って行ったとしても、簡単な休憩スペースだったりだとか、あとは機材を入れといて
雨風とか、砂ぼこりとかそういうところからちょっと機材を保護するなんていう使い方もできるんじゃないかな。はい。というわけで、以上がですね、僕がここ最近買って良かったアイテムということで、Amazon のね、セールが始まりますので、ぜひね、そのあたり参考にしていただければなというふうに思います。またね、なんか機会があれば、なんかすごい僕のものがいっぱいあるので、この部屋まだまだね紹介できるアイテムはいろいろあるかなというふうに思いますので、はい、なんか折を見てねまたやっていきたいなというふうに思います。はい、というわけでね本日の動画は以上となります。今回の動画が参考になったということであればぜひね、チャンネル登録とグッドボタンで応援してもらえれば嬉しいかなというふうに思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。